どうもこんにちは。太郎にお任せ、太郎です。今日はですね、アードマンアニメーションズの最新作、チキンランナゲット大作戦をレビューしたいと思います。まだ見てない方、悪いこと言わないんで、ネットフリックスでもうぜひ見てください。まずはね、まだ見てない人向けにいろいろ感想というか、おすすめ度合いを喋っていきたいと思っているんですが、激おすすめですね。もうほんと、もう悪いこと言わないので、YouTube 切って、Netflix 立ち上げて、ぜひ見てください。テレビとか、大きい画面で見ることを、おすすめします。アバターの映像を見るよりも感動すると思いますね。前作のチキンランは、23年前の作品っていうこともあって、クレイアニメーションはもう本当に出来はいいんですけど、その色彩とかがちょっと淡めだったりとか、もともとね、多分ですけど、アウシュビッツみたいな、その強制収容所、ユダヤ人差別とか、ナチスとかが、コンセプトになってると思うんで、その悲惨さとかを演出するために、すごい暗い世界観になってるんですよ、チキンランの方は。今作は、チキンラン1で、養鶏場という名の強制収容施設から逃げてきたジンジャーとロッキーが2人で協力して、チキンの鶏たちの楽園を築いた後のお話ということで、自然豊かだったり、コントラストがね、本当に美しいんですよね。本当にいい画面で見ることをお勧めします。映像美が一つ。もちろんクレイアニメのクオリティなんてね、オーレスとグルミットのスタジオですから、いいのはいいんですけど、ちょっと、なんでしょう、度を越した良さでしてクレイアニメ特有のなんか、もっさり感みたいなのって、ちょっとあったりしますけど、CG かってぐらい超綺麗です。いや、じゃあ CG でやればいいじゃんじゃないですよ。やっぱクレイアニメ独特の目の輝きだったりだとか、動きのその滑らかさというか、なんと言えばいいのかな。自由さみたいな。とりあえずおすすめ。マジでおすすめですから。チキンランの23年ぶりの続編ということもあって、大体の人はチキンラン見てないでしょみたいな前提もあったのか、ちゃんとあらすじアバンで軽く語られますので、今作から初めて見るでも全然問題ないと思います。動画もありますけどね、僕の方でチキンランについてお話しさせてもらった動画もあるので、そちらも見ていただいてもいいんですけど、簡単に触れると、ミセス・トゥイーディっていうものすごい怖いおばちゃんが経営している養鶏場がありまして、そこに住んでいる、ジンジャーというね、自由を求める一羽のメンドリがいまして、いろいろ試行錯誤して養鶏場のみんなを脱走させようっていう風に企んでるんですけど、言うて鶏チキンなんで臆病だったりうまくいかなくってみたいなところからスタートして、そこに空を飛べるロッキーみたいなさすらいの一匹オンドリーロッキーが現れて、なんやかんや言ってその脱走に成功すると。ここまでがチキンランのお話。チキンランナゲット大作戦はですね、そのチキンランの後日談というか、養鶏場から逃げた鶏さんたちが自分たちの楽園を、湖に浮かぶ一つの島でチキンの楽園をですね築いて、そこで生活していましたと。そんな中ですね、ロッキーとジンジャーの子供のモリーっていうね、すっごい可愛いメンドリが生まれて、そっからてんやわんやっていうような感じですね。ここまでじゃね、まだね、この面白さは伝わらないと思うんで、もう少しだけ見てない人用にちょっと、あらすじを喋りますと、モリーっていうね、子供の、メンドリがですね、今度は逆に養鶏場に連れ去られちゃうわけですね。ジンジャーとロッキーたちは。前作は、養鶏場からの脱出劇だったんですけど、今回はミッションインポッシブル並みに養鶏場に侵入するというプロットでございます。はい。ただただ面白いですね。はい。ただただ面白いんで、ぜひ見てください。まずは見てください。ネットフリックスで見れるので、見ていただけたらなと思います。はい。じゃあこっからはちょっとネタバレありで感想をいろいろ喋っていきたいと思います。はーい。はい。いいでしょうか。100点満点中、100点満点の映画でしたね。はい。もちろん前半でポロッと触れたようにですね、映像美素晴らしかったと思うんですけど、いや、脚本めっちゃ面白くない？アクションめっちゃ面白くない？いや、これ難しいな。なんか、いや、これさ、頭空っぽにする系の映画だから、なんか解説とかももう別に必要ないし、ただただ楽しかったっていうのが本音ですね。最近のさ、続編の作り方うまくない？ちゃんと一作目を愛してる人が最近は続編を作ってるっぽくて、
いや、こんな続編だったらさ、もう一作目で終わってりゃよかったじゃんみたいなの2000年代とかなんか多かった記憶があるんですけど、今作はマジでありがとうって感じ。続編として完璧な出来でしたね。前作はナチスが敵でアウシュビッツからの大脱走だったじゃないですか。今作は自由とは何かみたいなね。監視カメラとか白黒だったりだとか、ちょっと古いんだけど、まあ現代でいいや。現代でその自由とは何か、幸せとは何かみたいな単純な善悪、ナチスが悪いとかそういう方向じゃないタイプの敵みたいな感じになってって、キャプテンアメリカ見た後のウィンターソルジャー見た気持ちになりましたね。ウィンターソルジャーめっちゃ好きなんでね、はい、今回はねハッピーエンディングからスタートするっていうところが粋な計らいというか粋な演出ですよね。ハッピーエンディングからスタートしますと、ロッキーとジンジャーがモリーという子宝に恵まれて鳥たちのチキンの楽園で過ごしていると。でそんな中ね、ロッキーは子供にこういう養鶏場からお母さんたちが頑張ってこの楽園を手に入れたんだっていう話をしようとしてたんですけど、ジンジャーはそういう思いを子供にさせたくないということで話さないという選択をしてるんですね。ここら辺がさ、なんか来るよね。うちの両親とかは結構お金面で苦労してたから、俺にはやりたいこと何でもやらせたいみたいな、そういう教育方針だったんですけど、なんか自分たちがした苦労は子供にはさせたくないみたいなね。あるあるだよね。やっぱさ、いい物語って普遍的なんだよね。何かどこか観客とリンクするところがあって、だからこそ魂がこぼるみたいなところがあると思うんですけど、で、すくすくと育つモリー、これがね可愛いんだよ。本当に好感の持てる主人公モリーがいて、そんな中、楽園の外、湖の向こう側でこう木が倒されていって道路ができましたと。でその道路をですね、すごい綺麗なトラックがこう過ぎていくんですよ。モリーは興味津々なわけですからね、ついていっちゃうわけですね。お母さんにこう外に出るなと、楽園の中から出るなって言われてたのにもかかわらず外に出て冒険をしに行ってしまうと。でここの押し問答がね本当にいいのよ。本当にいいの。もうゾワゾワっとくるの。何かっていうと、モリー、あなたにとって必要なものはこの楽園の中に全てあると。外に行く必要なんてないわって神社が言うんですよ。そしたらモリーはね、一つだけないものがあるわ。自由よって言うんだよ。これが憎い。最高に憎いし、最高に美しいし、もうなんだろう。そのセリフのこのね流れが、この流れがなんて言えばいいんだろうか。完璧すぎるんだよ。ジンジャーは自由を求めて自分たちの仲間全員を養鶏場から脱走させた英雄というかスーパーヒロインなんですけど、今度はそのジンジャーがモリーに対して束縛していたというか自由を損害していたってことにはっとお母さんは気づくわけですね。でもそれは親心からのもので、大事な我が子を危険にさらしたくないっていう愛情からそうしていたっていうことにはっと気づくんだけど、最高だよね、演出。モリーはっていうとやっぱりお母さんの子なんだよ。ジンジャーの子だから、やっぱりこう自身の根幹に流れているものは自由を追い求める血なわけだよ。だからお母さんと図らずも同じ思想なんだよね。お母さんも自由を求めた。モリーも自由を求めた。でも時代と状況が違うんだよ。これがね、もう何層ミルフィーユのように重なってる。ハッピーエンディングっていう養鶏場にね、モリーは連れ去られてしまうんだけど、ここがねバカバカしくて最高だよね。多分違う名前の映画で10回ぐらい見たことある秘密基地なんだよ。アイアンマン3でも見たことあるし、サンダーバードでも見たことあるし、怪盗グルーでも見たことある。いかにも悪の悪かいかにもな秘密基地があって、その中に養鶏場がありますと。これがね、もうその絵を見るだけでもう笑っちゃうんだよね。過剰すぎて。でもめっちゃ面白い。そこがその秘密基地の中に侵入するにはまず電気柵、有刺鉄線と電気柵があって高圧電流が流れてると。でその先には、モグラロボット、自動追尾型モグラロボットっていうのがいて銃をぶっ放してくると。
で、そこの後には堀がね、掘ってあって、お城みたいにね、堀があるんだけど、そこには、なんだっけな、自動追尾型アヒルロボットかな。スプラトゥーンのロボットボムみたいなやつが、まあ、堀には配備されてると。で、そこをさらにこう飛び越えて、敷地内に入ったとしても、交際認証と。で、厳重なロックがあって、突破しなきゃいけない壁がいっぱいあるよって。で、それを見たジンジャーが仲間を募ってですね、こう突破していこうってこう、やるわけですよ。そのハッピーエンディングという養鶏場、これがね、なかなかにいい設定をしてるんですよね。鳥をね、ナゲットとか加工するときに、怖がって筋肉が硬直しちゃってあんまり美味しくなくなっちゃうと。だから、脳神経を刺激して、幸せな気分にして、幸せなまま料理をすると、そのお肉は本当に美味しくなると。だから、そのハッピーエンディングっていうね、養鶏場は、チキンたちに幸せ成分が出る首輪をつけて、幸せに管理して、で、幸せなまま殺して食うという、もう、設定が怖すぎる。設定が怖すぎる、やばい養鶏場だったわけですね。まあ、天才科学者みたいな人がね、作ったっぽいんですけど、その奥さんがですね、なんと、ミセス・トゥイーディなわけですね。再婚して再登場ということで、もう、やっぱりなんて言えばいいの、チキンランを見た人からしたら、もうミセス・トゥイーディというのは、トラウマでしかないな。あれは怖いって。子供じゃなくても怖いよ。ミセス・トゥイーディ再登場でございます。これもさ、いいよね。下手になんか新しい敵出すんじゃなくて、もう一回ミセス・トゥイーディっていうね。そこら辺が変にひねってなくって、頭空っぽで見れるのが本当最高なところかなと思いますね。結局モリーを助けることはできるんだよ。モリーを助けてこれから逃げれるっていうところになった時、あそこ、モリーは助けられたけど、まだフリズル含めてみんな残ってる。ロッキーたちは帰ろうとするけど、ふとジンジャーが振り返ると、モリーがその養鶏場を眺めて、うなだれてる。もちろん、説明セリフなんていらないんだよ。同じ気持ちなんだよ。もうね、モリーの気持ちにもなるし、親のジンジャーの気持ちにもなるし、どうするのジンジャーって。助けましょうって言うんだよ。これだよ、これ。その人物の成長とか、あと葛藤とか、やっぱり映画は心なんだよね。こう揺れ動く心なんだよ。助けましょうっていう時に、もうね、物語とか映画でしか得られない脳内物質がぐーっとくんのよ。映画、これが映画。もうね、見てくれ。いや、まあ、多分ここまで動画見てくれてる人は見てくれてるんだと思うんだけど、もちきんナゲット大作戦をね。あれはね、いい映画だね。これはもうね、ほんと大おすすめですね。はい。もう100点満点の映画でした。個人的にはね、日本語版のタイトル、ナゲット大作戦じゃなくって、現代がドーン・オブ・ナゲットなんで、ナゲットの夜明けの方が、なんかバカバカしくって、面白いんじゃないかなって、思ってたりはしますが、まあ最高の作品だったんじゃないかなと思います。なんかね、ウォーレスとグリビットの映画もね、またやるらしくって、ちょっとそれもね、楽しみにしたいなって思ってますね。見ようぜ、チキンラン。アードマンアニメーションズのファンになろうぜ。ということで、今回の動画は締めさせてもらおうかなと思います。そうですね、なんか、映画見た後に一緒に行くカフェみたいなチャンネルにしたいなって思ってるんで、なんかコメント欄にね、ぜひぜひ感想とか、こういうところが良かったとか、ここがなんかちょっと、とか、皆さんのレビューももしコメント欄に書いてもらえたら、すごく嬉しいし、できる限りね、返信していこうと思っているので、ぜひぜひよろしくお願いします。では、チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひぜひお願いします。太郎にお任せ、太郎でした。